今日は国家資格自動車整備士として11月の決算を見ながら自動車関連の銘柄を分析していくよ。トヨタ、三井住友トラスト、日本マクドナルドの3銘柄を中心に各社の業績や株価の動向を掘り下げていくね。日産のリストラ報道や配当成功について触れながらトヨタの株が割安になっている可能性があることを解説するよ。三井住友トラストは成長の余地があって長期的に見て投資する価値があるなと感じてる。最後に日本マクドナルドの株価も割安で買い時を探っている人たちが多いんだって分析するよ。トヨタと日産の株価指標を比較して日産の株価が割安と言われても技術的将来性が見えないことが問題だと考えている。特に日産は売上が悪くて広告費が増えて利益率が下降し経営の評価が低く見られている。トヨタの方が利益、成長性、配当利回りなどすべての指標で日産を上回り、安定した投資先として推奨されている。日産の社長の高額年収がリストラと釣り合っておらず、従業員の不満が高まる理由になっている。トヨタの財務健全性は高く、成長性には課題があるが、市場シェアやハイブリッド技術では優位に立っていると評価されている。技術革命が進まない限り、EV 技術は外注の方がコストパフォーマンスがいいって話だね。個人投資家からの注目度は高くて、業績も良いから日産とは違って、そろそろ買い時だと思うよ。ニュースの認知度が高くて、EV 戦略に関する話題が多いから、株価が上がるタイミングに入ってるかもしれない。配当利回りが 3.38% と良好だし、財務健全性を考慮しても投資判断は保留ってことで、トヨタの YARIS がレース車両並みにパワーアップしたのが話題になってるね。トヨタがラリーカーを販売したことで、日本企業のプライドを感じて誇らしい気持ちになるよ。1990年代の日本はバブル崩壊から車の社会的評価が下がった時期があったけど、今は自動車産業が日本を支えてる。最近は SNS や YouTube で自動車の人気が再燃していて、車に興味を持つ人も増えてきているよ。投資やデイトレードデータ利益の裏には孤独感があるけど、配信を通じてコミュニティができて精神的に満たされる部分があるね。この人の計画は自分のブランドを築いて視聴者との信頼を深めることが重要って話をしてるよ。顔出ししないコンテンツ型のチャンネルは情報が中心で、発信者の個性が薄れがちって批評してるんだ。AI が情報を整理できる時代だけど、最終的には人間の信頼感や関係性が大事だよねって強調してる。三井住友トラスト G の決算。安定した資産運用が評価されてるけど、意外と知名度がないって分析してる。総合評価は89点で高めだけど、業界によって感じ方は違うよ的な話をしているよ。最終的には株の値動きが安定してるから、あんまりブレない印象を持ってるみたい。今回は、配当利回りが高く成長傾向にある銘柄を紹介しようと思ってます。長期投資に適した銘柄で、資金が少なくても買いやすいし、余計な心配はないよ。日本マクドナルドHD の株は最近下がってるけど、業績は悪くなくて買い時かもしれない。マクドナルドの株主優待は半年に1回の頻度で、利益確定には条件があるもののお得だよね。今回の決算ではマクドナルドの財務健全性が高く、逆境でも売上が増えているのは面白い。市場ポジションも高得点で、マクドナルド以外の選択肢があっても強い競争に勝ってるね。評価が高いが成長戦略が理解できないという難しさがある投資についての考察がされています。安定した業績を持つ企業の買いを進めていて、特にキャピタルゲインを重視する投資家向けの内容です。ナポレオンの名言から身につけるものが人生に影響を与えるという観点で、自分を投資家と認識することの重要性が語られています。車が人生や振る舞いに影響を与えることについて話し、高級車よりも自分に合ったものを選ぶことで振る舞いを変えていくべきだと述べています。投資についての認識が変わった体験を交えつつ、自信を持って自分の望む人生を歩むことの大切さが強調されています。人生は夢がいっぱいで、願いを叶えるために VTUBER 事務所を創設したいと思っているよ。みんなも諦めていた夢をコメントで教えてね。人生は今日がスタートライン。遊びも仕事も全力で頑張ろう。それじゃあ、また来週ね。バイバイ。